皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。司会を務めさせていただきます。株式会社 IT4 経営企画部の多田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではお時間となりましたので、株式会社 IT4 2026年3月期第2四半期決算説明会を開催いたします。今回は決算説明会会場の模様をライブ配信しております。ライブ映像をご視聴いただいている皆様も、どうぞよろしくお願いいたします。でははじめに、本日の登壇者をご紹介させていただきます。代表取締役社長、坂田浩二でございます。社長の坂田でございます。本日はよろしくお願い申し上げます。取締役常務執行役員、事業本部長、大枝弘隆でございます。営業担当しております、大枝でございます。よろしくお願いいたします。取締役執行役員、管理本部長、中山勝夫でございます。管理本部を担当しております中山でございます。よろしくお願いいたします。取締役執行役員、決済ビジネス事業部長、河野和則でございます。はい、決済を担当しています、河野です。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、代表取締役社長の坂田より、2026年3月期第2四半期の決算及び事業概況について説明いたします。坂田社長、よろしくお願いいたします。はい、本日はご参加賜り誠にありがとうございます。改めまして IT4 の代表取締役、社長の坂田でございます。まずはプレゼンテーションの前に、2分間程度の動画をご覧いただければと思います。地域社会がこの先も持続的に成長するために IT4 ができること、人々のさまざまなライフステージを支え、地域とともに豊かな未来を作る。デジタル、キャッシュレス、セキュリティの3つのプラットフォームを連携させ、新たな価値創造に挑戦します。10年後を見据えた経営計画、第4次中期経営計画がフライオン2026、事業戦略、人材戦略、企業価値向上という3つの戦略を推進することで、既存事業を力強く発展させ、新規事業で飛躍的に成長します。そして新たなる挑戦が始まる。一人でも多くの方とハイタッチしたいという思いを込めたビジョン、ハイファイブ2033。事業の飛躍的向上、人材へのエンパワーメント、社会への影響力の拡大、この基本方針のもと、地域還流型ビジネスを生み出す企業を目指します。生活を豊かにし、地域を活性化し、さまざまな社会課題の解決の糸口を探ります。IT で人が笑顔になれる社会のために、 IT4 は変わる。 IT で変える。 IT4。 はい、ありがとうございます。それではプレゼンテーションの方に説明の方に入りたいと思います。はい、エグゼクティブサマリーということで、まず環境、業績、受注、資本配分、この4つのカテゴリーの説明をさせていただきたいと思います。まず環境面、人手不足による業務効率化のニーズは旺盛ということで、これはどこのお客様、私もお客様の先に、訪問させていただくと、やっぱりこの悩みは共通の課題でございます。そして、日銀による金利政策の正常化が進む。で、AI 技術の進化による産業構造の変化が進む。で、これは当社もAI に、積極活用しておりますが、まだまだ活用の術が足りないなというのは考えておりますので、積極的な AI 活用というのを考えていきたいなというふうに考えております。で、次に業績。ちょっとこれは残念ながら前年同期比で減収減益でございました。既存事業における上期及び通期業績予想に対する進捗は、計画がもともと低く見てましたので、おおむね計画通りです。で、連結子会社化における会計連結時期の遅れによる上期業績予想は未達ということで、
受注高及び受注残に関しては、前年同期を上回る結果まで持ってこれております。で、この一つの要因としては、国の施策であります、システムの標準化ですね。これがやっと定まってまいりまして、各地方自治体から、予算が確定し、当初に注文いただいているということが大きな要素かなというふうに考えております。で、資本配分に関して、年間配当予測を、予想をもともと60円ということで公表しておりましたが、今回80円に修正させていただくことを取締役で決議させていただきましたので、本日発表させていただきました。で、通期業績予想に対する配当成功は結果、70.6% という形に持っていきます。で、先ほど連結子会社化っていう、説明させていただきましたが、株式会社アイセルの株式を追加取得し、連結子会社化を実施しました。これちょっと2級までの報告になりますが、10月1日付でそういう形になりましたということで、ご説明させていただきます。はい、次に、アジェンダですね。2024年2級までの業績、26年度の第4次中期計画の進捗で、25年度通期の見通しという形で進めていきたいというふうに思います。はい。先ほど減収ということでご説明しましたけれども、一番上のところですね、売上高のところ、92億2200万にとどまってしまいました。で、売上高のところ、前年が96億、計画が97億っていうことでしたので、おのおの95.9、95.1という形にとどまってしまいました。で、これは既存の事業っていうのはほぼ計画通りでしたので、先ほどあった連結子会社化の会計、もともと6月に子会社化という形で考えておりましたが、結果いろいろ既存の株主様の調整とかありまして、10月1日に伸びたということで、その分が約4億5000万ありまして、その分がそのまま減収の形になってしまったという形でございます。で、営業利益のところも、売上が落ちた分でということで減益になっております。この中で、もともと当社研究開発っていう予算を消化することに対して、ちょっと積極的でない部分がありましたけども、24年度、25年度で、ここは積極的に投資していこう、AI も含めて投資していこうということで、約1億弱の研究開発も実施したということで、営業利益率がちょっと落ちているということで、ご理解いただければというふうに思います。で、営業利益の分析ということで、昨年の上期が終わった段階、今年度の上期が終わった段階で比較すると、15億1400万から11億5600万ということで、数字が減少しております。その内訳を見ると、1億5800万に関しては、売上減少に伴う、売上総利益の減少、これが一番大きな要素です。であとは積極的な研究開発の投資ということで、9000万。で、あと、西日本事業所が先月移転したりすることで、働く環境を良くしようということで、そういった移転、福岡に続いて、西日本事業所、大阪の事業所の移転をさせていただきました。あとは人材を大切にということで、株式報酬制度、社員に対しての報酬制度の採用させていただいたのと、持ち株会奨励金ということで10%から30%に上げたということで、そういった人材を大切にしようという一環で、こういった施策を打ってまいりました。はい。次にセグメント実績ということで、売上高セグメント利益ということで、売上高の方も、リカーリングの方は順調に伸びておりますが、システム開発のところで若干落ちております。で、セグメント利益のところでも、売上が落ちた分落ちておりますが、これはもう下期に十分挽回できる数字だというふうに考えております。はい、受注高、受注残ということで、冒頭でもご説明させていただきましたが、受注高、受注残の方は昨年比で順調に伸ばしていくことができております。で、この受注残というのは下期にもっと積み上げができるという形で26年度につなげられるという状況が、確立できているというふうに考えております。で、9ページで、事業別6つの事業が当社ありますが、フィナンシャル公共、流通、CTI、通信、決済と6つの事業がありますが、フィナンシャル公共のところは、システム開発、販売のところでは、128%、183%ということで、好調に推移いたしました。で、流通 EC のところは、ちょっと50% 弱と36.7という数字でかなり落ち込んでいるように見えますが、これは昨年、新紙幣の絡みで特需があったような部分もありまして、
あったのと、既存のお客様、新規のお客様で、お客様側でプロジェクト蘇生できないような事情があって、一旦プログラム大きなプロジェクトを中断せざるを得なかったという2つの要素があって、こういう数字になっておりますが、そのお客様もプロジェクト蘇生いただいて、順調にもテストも進んでおりますので、第4クォーターで売り上げが確定しておりますので、こちらの方も年間で、リカバリーできるというふうに考えております。はい。その他、通信、決済、あります。ちょっと数字が、落ち込んでいるように見えますが、これも下期の方で挽回十分できるような形で計画、お客さんからの受注ということでつなげられている状況だというふうにご理解いただけたらと思います。で、リカーリングのところで、BPO が99.2で、若干ながら数字が落ちています。保守利益の、利用量の方に関しては順調に推移しておりますが、BPO が落ちていますが、これは収益性が悪い、赤字ではないですが、利益率がちょっと低いところは、そこはちょっともう撤退させていただいて、人材を利益率がちゃんと見込めるところに、集中させようということで、戦略的な対応を、上期にとって、利益の向上につなげていこうという施策を取った上の、数値でございます。はい。で、トピックスということで、地方創生、当社地方創生というキーワードをもとに47の地域にいろんなサービスだとかシステムを提供しようとしている企業でございます。その中でのいくつかの投資として、地方創生ということで、マイナビツールド九州というところに3年連続で、シルバーパートナーとして協賛させていただいております。こちらの方も、セキュリティだとか基盤の事業に対して、電力会社だとか、いろんな社会インフラ的なところのトップとお会いできるきっかけを作れたりということで、次のステップにつながるような、こともできているなというふうに思います。で、新プロダクトっていうことで、ココボイスっていうブースをその中で作らせていただきました。で、そんないろんな方に利用いただいて、いろんな意見をいただいて、そこでシステム回収することによって、ココボイスっていう商品が、第4クォーターで複数のお客様から契約いただくことに結びつくことができましたので、こういった活動の中で新しい事業が育成できることができているなというふうに考えております。同様にキャッシュレス端末もそういったところで貢献させていただいているということでございます。で、11ページで、地方創生の2つ目ということで、阿蘇の、の方に、休耕地だったところの棚田に、当社が2単借りまして、田植えをして稲刈りをするという形でやらせていただいています。これはもともとアスファルトなんかで地下に水分がなかなか浸透しないっていう問題があって、半導体の中で活況な熊本県に対して、地下水が重要な要素になってくるということで、当社もその一部を協賛させていただければなということで、こういった活動もさせていただいております。これも銀行系の、金団体ですので、そういった形で、いろんなコミュニケーションが取れるようになっているということと、福利厚生の一環でもあるというふうにご理解いただけたらと思います。で、地方創生の3つ目ということで、今日ブラインドがありますけど、このベランダに、菜園を作ってまして、そういったところでいろんな野菜を、やっております。この中で CVC を前提とした会社さんと今一緒にセンサーで人手をかけずに水分が必要だとか、今どんな状況だとかっていうのを可視化できるような試みをさせていただいています。今、この家庭菜園っていうのは、今、流行りらしいんですけども、家庭菜園を始める方の8割方の方が、始めて1年か2年で辞めるらしいんですね。そういった、人気なんだけど辞めざるを得ないっていうことが今世の中で趣味で続けたいけどなかなかできないっていうことをこういった IT の力でそういった方々が継続できるようなことに、協力できないかなっていう試みの一つであります。この事業も当社 B2B ですけど B2B2C で、そういった事業にも展開できるんじゃないかなということでこういった試みもさせていただいております。で右の方で、高知県よりということで高知県に法人版ふるさと納税をさせていただきました。これは実は地方創生と言いながら高知県だけ空白地帯でございまして、そこにこれをきっかけに金融機関だったり地方自治体に入り込めたらいけたらなということでこういった活動もさせていただいています。もちろんカーボン対応ということで高知県の指針に対しての共感を得たのでふるさと納税をさせていただいているのが大前提ですけど、そういった活動もしております。
はい、続いて、26年第4次中期計画の進捗ということで説明に入らせていただきたいと思います。はい。第4次中継の中で、24年度、昨年度は、24年度は、売上が205億っていうことでした。で、既存との顧客との関係がより進化した上で、新規事業の、を種まきをして芽を生んでいこうという形で考えておりました。一定の成果は出たなというふうに考えております。では、今年度はということで、成長加速に向けた助走段階ということで、売上高は234億。で、既存事業のオーガニックな成長に加え、戦略投資によって展開を開始した状況でございます。で、これは成長ドライバーが複線化して、これ必ずやこの数字は達成できると、今のところ見込んでおります。で、右の方にグラフがありますが、234億の内訳でございます。224億に対して、これが既存ですね。青い、濃い青いところが224億。これは既存のところで、10億のところは新規事業。こんな内訳で考えておりました。先ほど、愛してるという会社を、子会社化したということで、そちらの方で、10億、ほぼ10億に近い数字が見込めますので、この既存のところです。計画通りいけば、この234億っていう数字は、達成できるというふうに見込んでおります。で、26年度、次年度ですけど、280億の内訳として、252億と28億という数字を見込んでおります。これも先ほどのアイスレのところで、その3分の2ぐらいの数字を見込めますので、プラスアルファで、ココボイスだとか、新しい M&A だとか、そういったところで十分補える数字に近づいてきているなというふうに考えております。そういった第4次中継の状況でございます。で、次に15ページで顧客振興ということで、皆さんの心配の中に、銀行が統合されたり、グループ化されたりということで、絶対数が減ってるんじゃないかっていうことをご心配いただくケースが多々あります。で、そこでちょっとそれを数値化してみました。で、総数が21年度、22年度からずっと考えると、銀行、第二地銀入れた形ですが、99、99、97、99から97に減ってますが、当社のお客さんは減ってることはなく、ちょっとずつですけど、逆に伸びてるというふうにご理解いただけたらなと思います。続いて16ページで、じゃあ、地方銀行一辺倒なのかというと、このグラフを見ていただくと、下の方が青い、濃い青い方が、地銀と第二地銀というところで、売上でいくと、順調に数字はぶてこぼこありますが伸びてますけど、どっちかというと、それ以外のユーザー様の売上の方が大きいというのが実態でございます。それ以外というと、右の方にありますけども、バンク系でいくと、都市銀行であったり、ネット銀行だったり、銀行と違って、もうちょっと下位になってしまう、数字的には下位になってしまうかも分かりませんが、信用金庫なんかも、システム投資が積極的に行われるようになってまいりました。あとはノンバンク系っていう定義で、審判系、クレジット系、昔でいう消費者金融系で保証会社、もしくはリース会社、そんなところの方が、実態としては売上が多いというのが、実態でございます。で、17ページで事業戦略ということで、ドミナント戦略ということで、コンビニと同じような言葉を使っておりますけども、各地域で、一つ入れば、本当にお客様がお客さんを呼んでくれるような事情になっております。例えば、左の方に、吹き出しで書いてあります沖縄県なんかでいきますと、現在県内で、11の自治体と8つの金融機関、これはノンバンク含めた金融機関に、当社のシステム、サービスをご利用いただいております。もう一つは福岡県なんかでいくと、県内6つの自治体と12の金融機関ということで、これも一つ入ってくることによって、お客さんがお客さんを紹介してくれるような、しっかりしたサービスを提供すれば、そういった形の、展開ができているということで、深く、どんどん一つの、地域を深く、多くのお客さんを巻き込んで取り込んでいきたいなというふうに考えております。で、18ページ、じゃあ、百貨店も限られていて、金融機関も限られていてということで、ただまだまだ当社は6つの事業の中で、銀行系には通信の、プロダクトだったり、決済のプロダクトだったり、CVC に投資したところのサービスだったりっていうのがまだまだ提供できていない部分がありますので、一つのお客様に対して複数のプロジェクトを入れることによって、まだまだ成長の余地があるというふうにご理解いただけたらと思います。で、
中期4次中期計画の中で、26年度の、4級終わった段階でということで、一つのお客様に、一つの地域に、2つの事業のサービスが入っているものが95%まで持っていきましょう。3つ、入っている事業が75%まで持っていきましょうという目標を立てました。で、ちょうど中間期ですけど、1.5年経った中間期ですけど、25年の2クォーターに、95に対して91.5、75に対して72.3ということで、複数のプロダクトを入れていくというサービスを提供するという動きは、積極的に推進できているというふうに考えております。で続いて、ここからが新規ビジネスということで、CVC だとか M&A の戦略的な実績と今の状況をご説明させていただきたいと思います。で、当社 CVC というのは、先々 IPO をしてもらって、そこで利益を得ようと、そういったCVC の戦略ではなくて、当社とシナジーを描ける会社さんに投資をさせていただいて、当社も売上を上げて、CVC 先も売上を上げていただいて、お互いにシナジーを出していけるような会社さんと手を結ぼう、投資していこうという考えでございます。その中でバカンという会社さん、これは沖縄県の北部に向かう旅行、これジャングリアができてしまって、なおさら渋滞する予測がもう県民の方皆さん持っていたんですね。もともと当社は名護市役所っていう、北部にある自治体のお客さんがいらっしゃったんですけど、私も何度かお邪魔したんですけど、必ず高速を降りると渋滞するような地域で、かつジャングリアができてしまって、もうどうなるんだろうって県民の方心配されてたんですけど、そういった渋滞を可視化して、ここに書いてありますけど、その可視化した状態を那覇空港だとか沖縄県観光案内所で事前に見れて、その状況でっていうことで、そういった沖縄県からそういった事業の、ご発注をいただいているということでございます。で、こういった事業が北海道の自治体からも同様の引き合いがありまして、こういった一つの事例をもとに積極展開ができるようにやっとなってきたなっていうのがバカンの事業でございます。で、次に、デジシェアっていうことで、ブロックチェーンの技術を利用した機能でございます。これは就活だとかって書いてますけど、決して年配の方だけが活用するわけではなくて、今、若い方もこういった、就活こういったデジタル化を推進してくれていて、いろんな広がりがあるなと思っています。これも銀行様で、銀行のお客様に提供したいっていうニーズがかなり増えてまいりましたので、これも大きな展開ができていくんじゃないかなと思っております。で、社内ベンチャーで右の方にあるココボイス、先ほど一部説明させていただきましたけど、ココボイスって、サービスですね。これは企業と人材をつなぐっていうことで、社員の愚痴だとか意見を聞くっていうような商品でございます。で、当社も、これを活用させていただいて、実は新聞市場なんかで一般的に企業は入社3年目までの方が3割ぐらい辞めてしまうっていう企業が多くあるっていうことが新聞なんかでよく取り沙汰されてますけど、当社は3年目までの定着率が98%あります。2% しか退職してないっていう、これが全てではないですけど、こういったシステムを活用することによって、そういった経営との社員とのコミュニケーションの一役になってできる商材じゃないかなと思ってます。でこれも第4クォーターに複数のお客様から契約をいただける状況に持ってくれましたので、お客さんがどんどん伸びていくというふうに考えております。で、22ページで、企業とお客様をつなぐツールとして、ペイコレクトということで、お客様の先のコンシューマー、お客様に対してのシステム提供ということで、こういったサービスも提供させていただいています。で続いて、エージェントハブ。これは法律事務所だとかと金融機関っていうのは、いろんな紙でのやり取りが、ファックスだとか、実際の捺印したもの、紙のやり取りが、デジタルでやろうといった形のもののシステム提供です。企業と弁護士、企業と司法書士とか、そういった事務所をつなぐものをシステム化しましょうということで、うちのお客様同士、もしくは新たなお客様との、ハブになるような、商品が開発されております。こちらの方も、いろんなニーズが出てまいりましたので、事業化が26年度にはしっかり、できていくというふうに考えております。で、次に人材戦略です。第4次中継の事業戦略達成に向けて最適な人材ポ
ポートフォリオを構築ということで、人材不足が叫ばれている中で、人材計画が予定通り、できております。74人の、来年26年4月が74人の、新卒者で、64人のエンジニアの採用に、もう、内定式も終わってまして、取れてますので、予定通りの人材が確保できています。で、あと、資格だとかっていうのも、今年の新人も全員、予定通り、いくつかの資格を取ってくれて、マネージャー層も、全体の20% 以上は、マネージメント資格を持つような人材を確保しようということで、今 23.6% ということで、そういった人材確保、教育なんかもしっかりできているというふうに考えております。で、営業力っていうことで、受注力強化ということで書かせていただいてますけども、自社プロダクトに加えて、協業先の、CV 先の、M&A 先のっていうことで、販売に対応すべく営業人材も継続的に拡充しています。で、これも100人弱の体制から125人体制まで、1.2倍以上の、増強に成功しているというふうにご理解いただけたらと思います。で、若干内部の恥をさらすようですけど、コーポレート部門の改革ということで、若干受け身な組織だったんですけど、もうちょっと自発的に積極的に、自分たちから発信できる組織にしていこうということで、私も自ら、コーポレート部門の部門長の皆さんと一緒に協議しながら、今、積極的に変貌しているというふうにご理解いただけたらと思います。で、次に人材戦略の2つ目ですけども、いくつかの、社員に対する貢献ということで、育児、職場、応援手当ということで、産休育休取った方、取りやすくするために、同じ部署の方に、手当を出すような支給で、子育てを周りからも手助けしようといった、仕組み。あと、副業に関しても10月1日から、OK を出しました。で、何人かから応募が来ております。で、リスキング支援ということで、今まではエンジニア中心に資格だとか、いろんな技術アップの教育だとか、資格取得の援助をしてましたんですけども、とにかく営業もコーポレート部門も全員がとにかく学ぶ力を助成して、お客様に寄り添える力をみんなで構築していこうと。それでお客様に寄り添った上で、お客様との環境を良好にして、新しい事業、新しい、プロジェクトの蘇生をしていこうということで考えております。で、あと、AI ということで、ゼンテックっていうところにも投資をさせていただきました。これはゼンテックという会社は、社長がなんと20代、26歳だったかな。若い。で、私も何回か彼と会話してますけど、ものすごく刺激をもらいながら、うちのエンジニアも AI に対してちょっと遅れがちだったんですけど、一緒にやることによって AI の活用というのが積極的にできるようになってまいりました。で、AI の活用促進ということで、これ、議事録も含めていろんなところで AI を活用して AI に慣れて、新しい AI を活用した形で、また新しいサービスを生もうということで、そういった動きもさせていただいているということが人材戦略の2つ目でございます。で、3つ目に ES 向上ということで、先ほど申し上げた通り、新人が、定着率が 98% ということ、これはなかなか100には持っていけない部分もありますけども、いろんな事情がありまして、そういった高い、定着率を維持していくようにしていきたいなということと、賃上げ、多少物足りなさがあるか分かりませんけど、23、24、25で 9.46、5.7、5.35ということで、賃上げを継続的に実施させていただいて、もちろん来年度も実施しなきゃいけないなというふうに考えております。で、25年の3月、24年度の最後の月に、九州事業所、これは ITO ベックスと CVC という会社を、グループ会社を全部一箇所に集めるという形で、グループシナジーの向上のために、九州を移転させていただきました。で、次に日本事業所ということで、9月の下旬に、同じ駅としては梅田から梅田なんですけど、梅田の駅の近くの方に、移動させてもらいまして、私も先週行ってきましたけども、とても素敵な手前味噌ですけど、働きやすい環境に生まれ変わったなというふうに思ってます。その中で、ペーパーレスを促してシレッダーをなくしたりも、そもそも紙を出す必要がないんじゃないかということで、あと、水耕栽培ということで、社員のみんなが、植物を育てながらということで、そういった環境で、みんなが働きやすい環境を構築しながらやっていただける場所を提供しているということで理解いただければと思います。で、企業価値、向上戦略ということで、
当社ネットキャッシュが多いんではないかということを時々指摘されたりして、それも理解しています。で、今回の中継を作るときに、140億近くあったキャッシュを、26年度の最後には80億ぐらいまで持っていって、有効にキャッシュを使っていこうという計画を立てました。それで、右の方にありますけども、株主還元ということで、先ほど冒頭でもお伝えしましたけど、年間配当予想60円から80円に。で、社内投資ということで、福岡、大阪をやりましたので、今度は本社のこの9階、10階のフロアも26年度にやっていきたいなというふうに考えております。で、人材投資ということで5.35の賃上げ。あとは、研究開発を含めた既存事業への投資。先ほど申し上げた CVC、上期に1件やりました。もうすぐ2件目の発表ができるかなというふうに思っております。M&A に関しても、第4クォーターか、来年の1クォーターにはもう1件、確実に発表できる状況まで持ってくれましたので、そういったところを積極的に有効なキャッシュの利用の仕方ということを想定した上で、こういった活動をしていきたいなというふうに考えております。はい。で、27ページ。株主還元ということで、先ほども述べました、年間配当を60円から80円に、修正させていただきました。結果、業績予測から試算すると、配当成功は70%を超える数値まで持っていくことができます。で、当社は、配当金額を凸凹したくなくて、もう確実に上げていきたいなっていう思いがあります。やっぱり IT 法の株を持ち続ければ安定的な配当が入る、そんな企業でありたいし、株主さんが継続に持っていて安心できる企業でありたいなと思ってますので、上場以来、減配なしと書かせていただいていますけど、これも今後もそういった思いで、安定的に、株主還元をしていきたいなというふうに考えております。でちなみにちょっと古いですけど、25年の3月に日経ベリタスっていう雑誌で、安定財務、積極還元、業績成長ということの3つの観点で、高い評価をいただいた、雑誌にも載りましたので、そういった期待を裏切らないような、形で株主の皆さんに還元していきたいなというふうに考えております。で続いて28ページ、業績投資、事業投資ということで、アイセルを連結子会社化ということを書かせていただいてますけど、もともと持ち分適用会社でございました。で、アイセルに関しては、エンジニアとしての協力はいただいてたんですけど、今後はもっと、アイセルに持ってるもう一つの事業で、インフラセキュリティ事業っていうのがありまして、これはもうちょっと、事業を伸ばせるなと思ってまして、そこでお互いに、協力し合いながら、シナジーを持たせながら、売上の増強にやっていきたいなと思ってます。今日参加している取締役の河野が、この社外取締役に参画していますので、その河野の、知見、経験を生かしてインフラセキュリティ事業を大きく伸ばしていきたいなというふうに考えております。で、ゼンテック、これは AI の先ほど申し上げた会社ですけど、目標、ね今年度内に、3件で、そのうちの最初の1社でございます。で、これはプログラム開発だとかテストなんかを、AI を活用して、っていうことです。これは人材不足を解消するっていう目的以上に、属人的なミスをなくしてお客様に迷惑かけない、品質の高いものを構築しようというのが大きな目的でございます。これも来年の1月には正式リリースまでたどり着けるような状況を持ってこれましたので、4クォーターから成果が出てくるんじゃないかなというふうに考えております。はい。で、30ページ、IR 活動ということで、まず決算説明会、今日含めて年2回やらせていただきます。あとは統合報告書の発行ということで、3回目の統合報告書の発行をさせていただきました。で、個人投資家説明会ということで、24年度は、実績5回で東京4回、福岡。で、今年度は、東京2回、福岡も行ってまいりました。で、来月、大阪、にもやらせていただいて、こういった、地方の、個人投資家の方にも、当社の株に興味を持っていただいて、取得いただけたらなということで、こういったことも積極的に、継続的にやっていきたいなと思っております。で、機械投資家との対話、経営との適正会議ということで、投資家面談も、23年度が38件、24年度が52件、25年度は55件ということで、着実に伸ばしていって、いろんな形で、当社の強みだとか、を理解いただけるような状況を作っていきたいなと思っております。で、結果的に26年度は60件という形で、どんどん増やしていただいて、いろんなところで IT 法を理解していただくような状況を作っていきたいなというふうに考えております。
で、業績見通しということで、冒頭でもやりましたけど、97億に対して92億でしたけども、通期では234億といったところ、は、変更なしで、下期偏重になってますけど、十分、この数字を達成できるというふうに考えております。で、売上が落ちた分、上期がちょっと、営業利益も落ちてますけど、41億というグループ全体で41億という数値、こちらの方も、変えずに、達成していきたいというふうに思っています。で、受注高、受注残というところも、251億、180億という、この数字は十分達成できるというふうに考えておりますので、通期の目標数値は変えずに、やっていきたいというふうに考えております。はい、以上でございます。あと、私、ちょっと、足早に、説明してしまいましたので、ITO の、メール配信サービスがありますので、いろんな情報がリアルタイムで提供させていただいておりますので、こちらの方の登録をいただければというふうに思います。はい、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして説明を終了いたします。